こんばんは、マンガミです。犬が作るカレー、通称犬カレーの作り方、紹介していきます。カレーの作り方は以前動画で投稿したものがすでにあるんですけれども、めっちゃね、美味しくておすすめなのでリメイクさせてもらいました。というわけで材料なんですが、玉ねぎ、鶏肉、カレールー、トマトジュースというところで、調味料を除いて4つですね。玉ねぎはね、入れるほどコクと甘みが出てくるので、あればあるほどいいです。今回はね、この4つすべて使用しようと思います。ちなみに私、玉ねぎを食べられる特別な犬なので、その辺のご心配はなさらなくて大丈夫です。鶏肉はね、もも肉でも胸肉でも何でもいいと思います。牛肉でも豚肉でも OK です。今回ね、たまたまスーパーで売られていた鶏の肩肉を購入してみました。どんな味がするのかすごく楽しみですね。カレールーもね、何でもいいんですけど、私のおすすめはジャワカレーですね。トマトジュースは食塩無添加のものを使用してください。私今回間違えて低塩のものを購入してしまいました。塩の量はね、少ないみたいなので、今回このまま使用してしまおうと思います。というわけで、料理に移ります。まずは、玉ねぎを薄切りにしていきます。余談なんですけど、玉ねぎを切った後の前足の匂いってなんか、ちょっと癖になる匂いですよね。全部切れたら、フライパンに油を敷いて、中火で焦げつかないように気をつけつつ、炒めていきます。水分が抜けてカラカラにならないように途中でね、水も加えてあげつつ、飴色になるまで炒めていきますね。この工程、昔行きつけだったカレー屋さんが雑誌のインタビューで答えていたのを真似していまして、なぜそうしているのかっていうところまでは考えたことがなかったんですけど、今回ね、理由を調べてみました。主に2つ理由があって、玉ねぎの辛み、これ水分に含まれてるんですけど、それを飛ばすため、旨味を凝縮する、いわゆるメイラード反応というものが起きるらしくって、それでね、旨味が凝縮されるらしいんですけど、っていうちゃんとした理由があったみたいで、玉ねぎをね、炒めるっていう工程一つとっても、こんなにね、効果があったのかっていうのがすごく目から鱗でしたね。余談なんですけど、水分を飛ばすための時短として塩を加えるであったりとか、炒める前に軽くチンするっていう方法がありますので、調理時間を短縮したい方はね、ぜひ試してみていただけるといいかなと思います。玉ねぎが炒め終わったら次はお肉を焼いていきます。完全に火を通すのではなく、中火で表面に焼き目がつく程度に収めます。これもね、なんとなくやってたんですけど、外側の焼き目がカレーを煮込んだ時にお肉の旨味を閉じ込めておく役割を果たしてくれるみたいで、あとね、余分な油を落としてくれるっていうメリットもあるみたいですね。実際ね、焼き目をつけずに煮込んだことがありまして、その時にだいぶ風味が違ってたんですよね。っていうその理由を知ると、一手間かけるのってめっちゃ大事なんだなって実感しますね。お肉が焼けたらお鍋に移しまして、トマトジュースを投入します。足りない分はね、水で補っていきます。トマトジュースをね、入れるようになったのは、単純にドロドロカレーがね、私好きだったからなんですけど、トマトの果肉成分で、そういった質感であったりとか、コクが出ればいいなって思ってたくらいだったんですけど、トマトジュースって酸味や旨味成分が豊富に含まれているらしくって、カレーとね、非常に相性がいい材料らしいです。実際酸味のおかげで味が引き締まっている感じもしますので、ルーをドロドロにする以外にも役割を担ってくれていることはすごく納得ですね。10分ほど煮込みつつアクをすくったら、あとはカレールーを入れていきます。ルーを直接お鍋に入れると見失ってしまうことがあるので、私はいつも味噌汁のお味噌を溶かす網、これなんて言うんですかね、を使って馴染ませてます。ちなみにさっきから登場しているこの調理器具、無印良品の調理スプーンという器具ですね。お玉やヘラの役割をこのスプーン一つでこなしてくれる優れものです。あとシリコン製でね、使い勝手がとてもいいのと、490円っていう価格でコスパがめっちゃいいので、これね、めちゃくちゃおすすめです。ルーが馴染んだら、ご飯と一緒にお皿に盛り付けていきます。今回もね、トッピングで卵の黄身を乗せてみました。ちなみに皆さん黄身だけ使うときって、白身の方はどうしてますか？私ね、いつもその場で飲み込んでるんですけど、もしね、おすすめの活用方法とかあったらぜひコメントで教えてほしいです。というわけで、犬カレーの完成となります。カレーが完成しましたので、こちら食べて
いきたいと思います。いただきます。いやー、いつも通りいい感じにできましたね。めっちゃ美味しそう。肩肉がね、結構胸肉寄りな見た目に感じますね。どんな味がするのかめっちゃ楽しみですね。美味しい。スパイシーでありつつ、まろやかな感じがします。まろやかな部分に関しては、おそらく玉ねぎなのかな。この玉ねぎを飴色になるまで炒めたことによって、甘みとクリーミーさが残ったのかなって勝手に思ってるんですけど、やっぱカレーには玉ねぎ大量に投入するべきですね。肩肉もいってみましょうか。どんな味なんだろう。ちょっともう一回食べます。むずいですね。めっちゃ美味しいんですよ。めっちゃ美味しいんですけど、味の表現が難しいというか、本当にね、なんかちょうど、もも肉と胸肉の中間みたいな、ジューシーさもある程度ありつつ、歯ごたえもちゃんとあるみたいな。めっちゃ美味しいんですよね。なんか、いいとこ取り。私のカレーね、トマトジュース入れてるんで、味が割と濃いめだと思うんですよ。このカレーのルーの濃さに対してのお肉、ちょうどいいこの軽さみたいなものが、私のカレーに結構合ってるんじゃないかなっていう気はしますね。じゃあちょっと黄身も割ってみますか。はい。このね、黄身を割る瞬間がめちゃめちゃ楽しいですよね。はい。あははいや、めっちゃ贅沢。いただきます。まろやか。スパイシーが緩和されて、相対的に甘みが強化されたような味わいですね。この後半のね、味変としても優秀ですし、めちゃめちゃ美味しいです。トマトジュースの酸味もうっすら効いてますね。いろんな味、酸味であったり、辛味であったりとか、あと甘みであったりとか、バランスよくできているのが、このカレーな気がしますね。自分で作っといてベタ褒めしてて、で恥ずかしくなっちゃうんですけど、いやでも、本当にね、美味しいです、これは。いやー、ごちそうさまでした。というわけで、犬が作るカレー、通称犬カレーですね、作っていきましたが、いかがでしたでしょうか？今までね、結構勘というか、流れでね、作業してしまってた部分を改めて洗い出して、ちゃんとね、理由を調べてみたら、意外とね、理にかなっていることをしてたっていうことが知れて、個人的にね、とても満足ですね。材料もね、作り方もとてもシンプルですし、玉ねぎを炒めるところ以外はそんなにね、時間かからないので、ぜひね、皆さんにも一度作っていただけますと嬉しいです。というわけで、本日も最後まで見てくださいまして、どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。